日本人のリアクションってちょっとわかりにくいなと思ったことはありませんか？例えば Yes or No で聞いているのに大丈夫ですと言われたことありませんか？その時イエスなのかノーなのかどっちなのか皆さんすぐに理解できますか？今日はこの日本人のリアクションについてゆっくりと日本語でお話ししていきたいと思います。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日もゆっくりと自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひリラックスしながら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。今日は日本人のリアクションについてお話ししていきたいと思うのですが、まず最初にもお話ししたように日本人のこの大丈夫ですについて少しお話ししたいなと思います。日本人がお話ししているとこれはよく出てくる表現だと思うのですが、大丈夫ですというこの言葉には本当に問題がないという意味でも使う時があるのですが、実は必要ないです、いりませんという意味で使うこともあります。例えば道で倒れている人がいたとしますね。そういう時に大丈夫ですかと声をかけて、はい大丈夫ですというのは本当に問題がなく大丈夫です、こういう意味で使われています。ですがレストランなのでこういう食べ物はいかがですかとか、ポイントカードはつけますか、レシートはいりますか、こんな風に店員さんがお話ししてくださった時に大丈夫ですという大丈夫は必要ありません、いらないですという意味があります。この大丈夫ですに似た表現他にもいくつかあるのですが、例えば日本人同士がご飯に行く約束をしている場面があるとしますね。例えば来週の水曜日一緒にご飯でもどう？時間ある？こんな風に聞いたときにちょっと難しいですと断るのは、言葉だけで考えると時間があるかどうか、ご飯に行けるかどうかを聞いているのに何が難しいんだろうという風に考えることができると思うのですが、ここでのちょっと難しいですは簡単、難しいという意味ではなくて、はっきりとノーという代わりにちょっと難しいですという言葉を使っています。また考えておきますやまた今度にしますという言葉も遠回しに断っている表現になります。日本人はストレートに相手に物事を伝えるより遠回しに断るということが相手への配慮や優しさとされている文化があるので、こういった風にお断りする方が多いです。次にリアクションする時の音についてもお話ししたいなと思うのですが、私は今韓国に住んでいて、韓国の人だけじゃなくていろいろな国の人とお話しする機会があったのですが、その時に私がある一つのリアクションをすると、うわ、日本人だ、やっぱり日本人だねって言われるリアクションがあります。それは相手とお話ししていて何か驚いた時に私がって言うと、何今の音、
日本人だね。やっぱり日本人だって言われて、他の国の友達もすっごく真似をすることがあったんですね。このというリアクションは日本人ならではのリアクションなのではないかなというふうに最近私も知ったことなのですが、皆さんの国ではどうですか？これはすっごく驚いた時に使います。日本人っぽくお話ししてみたい皆さん、ぜひ一度練習してみてください。驚いた時にこうやって使います。また、知らなかったことを教えてもらった時に使うリアクションもあるのですが、それはさっきのとは違ってへー、こうやって使います。音が少し似ているので難しいかなとも思うのですが、何か知らなかったことを教えてもらったときはへーと言います。そうなんだもよく使うんですが、へーだけでも OK です。へー、そうなんだ、こうやって使います。あともう一つ音だけで表現できることがあるのですが、それは何かを理解したときや納得をしたときに使う音があります。例えば先生が何か難しい説明をした後に、私がわかるようにもう一度簡単に説明してくれたとします。それで理解できたときに、これもよく使います。今わかりました。こういうふうに使ったりもします。と、と、今3つあると思うんですけど、最後4つ目。これは日本語を勉強している皆さん、とってもよく使う機会があると思うので、ぜひ覚えてほしいのですが、外国語を勉強する中で、皆さんが日本に来た時や日本人とお話しする時に、日本語は理解できているけど、次の選択をどうするか悩む時ってありますよね。例えば、飲食店に行ってご飯屋さんに入った時に、ここで食べられますか？店内をご利用ですか？お持ち帰りですか？今ここで食べるのか、持ち帰ってお家で食べるのか、こんな風に聞かれた時に、どっちにしようかな。こうやって悩む時があると思います。何も言わずにただ黙って立っていると、店員さんは、今この方は悩んでいるのかな、それとも言葉がわからなかったのかな、うまく聞こえなかったのかな、どっちなのかなというふうに悩むことがあります。私も実際に韓国に住んでいて、店員さんがお話ししてくださった時に、言ってくださった言葉は理解しているけど、この後自分がどうしようかな、そんな風に悩んでいる時に、今きっと韓国語がわからなかったんだなという風に店員さんが考えて、英語でお話ししてくださったり、日本語でお話ししてくださったりする時がたくさんあって、今韓国語で理解できてたのになーって、悔しいというか少し悲しい思いをしたことがあるんですが、皆さんもどうですか？ないですか？そんな時に、今私は次の選択どうするか悩んでいますというふうにお伝えできる表現があります。これもすっごく簡単です。これです。これだけです。さっきのこんな感じ、一緒です。
この音だけです。練習してみてください。日本人がこれを言っているときは、今悩んでいるんだな、どうしようか考えているんだなというふうに、この音だけで相手は理解することができます。なので、ぜひ日本人と会話するとき、旅行に来てお店に入るときとか、よく使う場面があるんじゃないかなと思うので、この最後のだけでも覚えてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、今日は日本人のリアクションについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？日本人とお話しするときに、日本語に集中して言葉が理解できるかなっていう風に少し不安になりながらお話しする方もたくさんいるのではないかなと思うのですが、ぜひこの日本人ならではのリアクションや先ほど説明したようなとかとかとかの音についても注目してお話ししてみるともっともっと楽しいんじゃないかなというふうに思います。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いていただけると嬉しいです。では次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。